はファインモールドの令和の冷戦が登場するまでに今まで販売されてきた冷戦棒新潟の48分の1スケールキットをレビューしてしまおうという勝手企画の番外編。9月はタミヤの旧金型冷戦棒新潟兵のキット、10月は長谷川の旧金型冷戦棒新潟キット、11月は長谷川の新金型冷戦棒新潟古、12月はタミヤの新金型冷戦棒新潟古のキットをレビューしました。1982年に長谷川旧金型、1983年にタミヤの旧金型、1999年に長谷川の新金型が出て、2008年にタミヤの新金型が出てきた。それで今回は番外編でマイクロエースですね。そうそう、紹介した4製品よりもかなり古いキットです。いつ頃販売したキットなのですか？1971年に大滝から発売された金型となる。マイクロエースと引き継がれて今も現役で売られているわけね。53年前に作られた金型というわけです。そんな昔に作られた製品が今も現役で売られているわけですから、プラモデルというのは面白いものですね。冷戦棒新潟に絞ると国内では小暮が出しているかな。1964年というわけで東京オリンピックの年ですね。後にバンダイからも出ている金型ね。海外製品で言いますとモノグラムやオーロラからも出てますが、棒新潟とはっきりと表記されてません。水力式単排気管から推測すると棒新潟かなと思われるわけね。オーロラに至っては JAP0 ですからね。最近ですとエデュアルドやアカデミーからも出ていますよね。アカデミーは冷戦21型しか出てません。エデュアルドは21型と22型が出ていますね。今後52型も出てくるようです。なるほどね。それでマイクロエースの冷戦に話を戻しますと、そうでした。投稿者はこのキットを完成させた経験がありますので、その時の記憶で言いますと、ふむふむ。まずモールドですが、オーリベットモールドとなる。このシリーズの特徴ですね。大滝の対戦機シリーズは冷戦とはやぶさからスタートしたシリーズ。この後に続く模範となるキットとなるわけだが、シリーズの鬼門と言われている透明パーツ、このキットも同様に透明度が悪い。それはいつもの通りね。そうなのだが、このキットの透明パーツはさらに問題がありまして。問題？枠などのモールドが内側に表現されている。しかも凸モールドですね。そうそう。しかも内側に傷があったりと、傷を修正するにはこのモールドをどうにかする必要があった。どうやらはやぶさも内側にモールドがあるようね。はやぶさの窓枠は少ないのでそこまで問題はないかな。冷戦は窓枠が多すぎなのでかなり面倒だった。谷は52型の特徴となる水力式単排気管部分だが、カウルフラップと一体化されている。72分の1スケールの古いキットだとよくある表現ね。48分の1スケールなので見栄え的にしょぼいかなと。以前作った時は真鍮パイプで作り直したのだが、あんまりうまくいかなかった。まあ古いキットなので仕方ないですよね。そのあたりも振り返りつつ仮組みで見ていけたらと思うのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは空戦中の冷式艦上戦闘機棒新潟兵なのだ。マーキングからだと第6号3海軍航空隊で1944年10月とのことですね。後方の敵機は F6F ですね。レイテオ機械戦時の空戦の様子かな。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類。第7不対地海軍航空隊で陣内所属機、第2号2海軍航空隊で田口上飛装搭乗機、第6号3海軍航空隊所属機となる。なるほど。部品点数は全部で46点。48分の1スケールでは少ないですね。ではマイクロエースの48分の1スケール冷式艦上戦闘機棒新潟兵の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で5パーツ。操縦席床とケーキパネル、座席と操縦桿なのだ。シンプルな構成ですね。ケーキパネルはモールド表現、ディテールはある程度はあるかな。パイロットがついていますね。いつものこの人がついています。座席にパイロットが座る前提のダボがあるわね。なので乗っていただきます。次はエンジンですね。エンジンは5パーツ構成で境に1型を再現している。前後に分けられたエンジンの間にプロペラ軸を通す。のり付けってのが時代を感じますね。次はそのカウリングとなる。ふむふむ。
カウリングは3パーツ、カウルフラップが別となっている。前述通り水力式単排気管も一体となってるわね。ちょっとリアル感に欠けるかな。最後にプロペラね。プロペラは全部で2パーツ構成。プロペラにスピナーをかぶせて終了。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着する。操縦席を後からも組み込めそうね。胴体のモールドはどうでしょうか？オモールドオーリベットになります。合わせ目付近のモールドが甘くなっている。金型の向きの関係ですかね。合わせ目付近だとモールドの角度が変ですね。ここは掘り直しが必要かな。主翼はどうでしょうか？主翼は3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。フラップの開閉はないのですね。フラップも一体となっているのでありません。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらもオモールドオーリベットとなる。こちらも甘い部分は掘り直しかな。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ構造ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。前述通りキスだらけですね。枠が凸モールドで内側にあるので磨きづらい感じです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤと試着、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となっている。胴体に取り付けて終了なのだ。着艦フックがありませんね。どうやら省略されてるみたい。それは残念ですね。そして機関砲部分。兵型なので機関砲が左右2本ずつとなります。次はエアインテークね。エアインテーク部分は1パーツ構成。主翼に貼り付けて終了なのだ。最後はアクセサリーね。胴体下に増装を取り付けられる。増装は2パーツ構成となる。爆弾も取り付けられるのね。爆弾は左右主翼下にそれぞれ2個ずつ吊るせる。最後に総評なのだ。今回はマイクロエースの48分の1スケール零式艦上戦闘機52型兵の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？現在販売されている52型では一番古いキットなのかな。古いけどもオーモールドが採用されているのが好印象。さらにオーリベットもびっしりね。合わせ目付近が甘くなるので掘り直す必要がありそうだけども、当時の技術だと金型から抜く方向などで制限とかあったのかしら。ディテールは今の目線だと厳しい部分もある。排気管の形状や足回りなどかな。投稿者は排気管を自作したとか。これが昔作ったもの。なるほど。排気管以外にも透明パーツで苦労した。傷が消しきれてないですね。曇りもあまり取れなかった。正直おすすめできる部分は少ないけども外形の雰囲気はあると思う。値段的にも長谷川やタミヤの旧金型と同じくらい。わざわざ険しい道を歩む必要もないってわけね。今回で本当に最後となりました。あとはファインモールド版が月次第にレビューする感じね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。